こんにちは。だいぶ放置してたコメントにこういうのが来てました。これアメフセミショーの動画を上げた時にいただいたコメントなんですけど、今種まいたりとかする時期でもあるので、ちょっとアップデートも含め、アップデートすることほとんどないんですけど、アメフセミショーの動画やってみようかなって思います。去年一昨年アメフセで未生した苗がこういうものがあるんですけど、こっちは、日本カマツカじゃなかった、西洋カマツカで、こっちは日本カマツカなんですけど、こういう風に立ち上がりが面白い形になるんですよ、網伏せしたら。網伏せの素敵ポイントはやっぱりこの自然な曲ができるっていうことだと思います。人が網で伏せてるので真に自然な曲というわけではないんですけど、針金をかけないでこういういろんな個性のある苗ができるっていうのが素敵ポイントだなと思います。針金使わなくていいっていうのが一番いいですよね。特にもみじは傷がつきやすいんで、できれば針金使いたくないっていう気持ちがあるんで、そういうのはもう網伏せ一択でやってます。私も今年はもうこんな風にもういっぱい仕込んでますし、ちょっとまた巻きたいやつがあるので作業をお見せしたいと思います。で、用意するものはまずはこういうトレイですね。食品トレイ、お肉とかお魚とかのトレイが一番使いやすいんですけど、で大事なのは穴をちゃんと開ける。で水抜き用の穴を開けるんですけど、できるだけ綺麗に開けてほしい。こういうなんか適当にこの棒とかでこう適当にね、こうやってこうよいしょってよいしょって開けるのもいいんですけど、できればそのハンダゴテみたいなので綺麗に開けるといいと思います。今ちょっと適当に3箇所開けてみましたけど、ここでね水かけるとこんなちょろちょろなんですよ。ちょろちょろってしかね出てこないんです。こうやってペロペロ、今割と綺麗に出てるねだけどここに土とか入れたら、容器に開けたカスの端切れみたいなのが詰まってすぐね詰まっちゃうんですよ。つゆだくになってしまいますので、綺麗に開けましょう。温めます。でさっき開けた穴がこういうねちょっとカスみたいなところがまた蓋が閉まっちゃって水が抜けないんですよ。こうちゃんとハンダで綺麗に開けてあげると、3箇所開けるつもりが結構開けちゃった。こんな感じで綺麗にね、カスもなく綺麗に穴が開きますんで、すごい水はけが良くなります。草穴開けちゃったんで比較にならないんですけど、これで水をねまた入れてみますよ。これでわーっと入れると、ほらさっきとどうですか、水量が。これ何の意味があるかわかんないけどはい。あとは古い土でも何でもいいんで、こう土をねザーッと入れちゃいます。これはちょっとまだふるいにもかけてない、日光消毒だけしといた土なんですけど、本当は先にゴロ土入れて、そして細かい土ってした方がいいんですけど、私は発芽したらすぐ鉢上げしちゃうので、もうこんな感じであんまり深く考えずにある土でバッとやっちゃいます。そしてこれは水につけておいたカエデの種です。トウカエデの種、これを適当にパンペッペッと置いてしまいます。ペットで、めんどくさくなったらわーっとやって散らばしていく感じ、はい、できるだけお互いにくっつかないようにした方がばらす時も楽なんで、均等に離していく感じです。いいよ、これでいいよ、いい感じだよ。風が怖い。そしたらこうネット、これ網戸のネットで、こういうものを上からそのままこうグッと押さえてかぶせて、でホッチキスで留めてもいいんですけど、こういう私はこう100均でまとめて買ってるクリップでこう四隅をこうやってね留めて、でお水をやって発芽を待つという
感じで、これで仕込み完了です。これね、埋めなくて大丈夫です。土の上にばらまいてネットでかぶせるだけで大丈夫です。そうした方が後々都合がいいんですよね。トレイがこういう風にあって、横から見たらここに土を入れて、で種をこの辺に巻きますよね。でさらにそこにネットをかぶせると、こっから根っこも出ます。根っこも出ますけど、上の芽が上にまっすぐ行かずにネットに当たって、こういう風にね、こういう風に曲がってくれる、いろいろこういう風に曲がってくれるので、冒頭の苗みたいなものができるっていうことですね。このネットがなかったら根はこうまっすぐ針の方向にまっすぐ伸びていくので、ちょっとつまんないというか、針金で曲げないといけなかったりとかしてくるので、それ勝手に曲がってくれるっていうところがアメフセのいいところですよね。盆栽界隈ではもうこういうアメフセミショは普通に皆さんやってますんで、別に珍しくはないと思います。イチョウとかどんぐり系、それとかも本当にいろんなものができますので、やってみてください。よく聞かれるのが、いつ外すんですかとかですね、聞かれるんですけど、長くつけとった方が癖はつくので、そういう答えになるんですけど、ただ夏とかは葉っぱがいっぱいある時にここでぎゅうぎゅうにしとくと蒸れて葉っぱが溶けちゃったりとか、病気みたいになっちゃったりとかするので、夏頃を目安に1回外して、癖がついてなかったらまたちょっとね、状況を見ながら網かけ直すとか、そういうことをねやった方がいいかなと思います。植え替えはいつするんですかとかも聞かれますけど、発芽した後はやっぱりね、水が多いと根っこが育ちませんので、私は早めに鉢上げしてます。特に五葉松とかはまた根っこが出たらすぐに水はけを考えた土に植え替えてあげると、いいと思います。